今回は SDXL をできるだけ簡単に Google コラボで使えるようにしようという動画です。また、この動画の公開時点では Google コラボで無料で使用可能です。ただし、スタブルで Fusion Web UI のように今後変更される可能性はあります。さて、SDXL を簡単に説明すると、学習ベースが 512×512 ピクセルから 1024×1024 ピクセルに変更しています。また、3次元表現の向上が挙げられます。そして、これまでと違い、ベースモデルとリファイナーモデルのセットで構成されます。では、早速使い方です。まずは、Google コラボへ行きます。ノートブックの新規作成を押すか、ファイルからノートブックを新規作成します。次に、編集からノートブックの設定を選び、T4GPU を選択し保存します。これを忘れると動かないので注意してください。そして、説明欄に載せてあるリンク先へ行き、コードをコピーします。これをノートへペーストします。いくつかのモデルと必要なファイルを入れてありますが、好みに合わせて追加や削除をして変更してください。ちなみに、このコードはキャメンドルさんのコードを参考にし、アレンジしたものです。あとは再生ボタンを押し、待ちます。動画はカットしてあるので、実際はもう少し時間がかかります。しばらくするとこのようなリンクが出てくるのでクリックします。ただし、モデルなどのダウンロードが終了していないとエラーが出るので、その場合は終わるまで時間を置いてください。問題なければ、この画面が出てきます。CamFi UI はこのようにノードによって構成されているので、初めて見る方はちょっと尻込みするかもしれません。しかし、ブレンダーを使っている方はわかると思いますが、とても応用力の高いシステムなので、覚えておいて損はありません。ただし、今回は簡単に使えるようにするのが目的なので、詳しい説明は別の動画でする予定です。そのため、設定済みのワークフローのファイルを事前に用意してあります。ではまた、先ほどのリンク先へ行き、ここをクリックして、ワークフローのファイルをダウンロードして保存してください。そのファイルを CamFi UI の操作画面にドラッグ&ドロップします。すると、設定済みのワークフローが出てきます。できるだけ流れや構成のわかりやすさや応用性を意識して配置や色分けをしてあります。そのため、感覚的に使用可能になっていると思います。では、順番に説明していきます。ここがモデルグループです。ここでベースモデルやリファイナーのモデルを選択できます。アップスケールの設定もあるので、アップスケール用モデルも設置してあります。次に、プロンプトのグループです。プロンプトはテキストプロンプトとワードプロンプトの2つに分けてあります。その理由については、この動画を見ていただくと分かりやすいと思いますので、興味のある方は、ぜひご覧ください。テキストの方は、イラストで表現したいことを文章で入れてください。チャット GPT などを使うと簡単です。ただし、無理な場合は、単語で入れてもイラストは生成されます。注意点としては、SDXL は、あまり長い文章だとエラーが出ることがあります。できるだけ簡潔な文章で入れる必要があります。ワードプロンプトの方は、品質系のプロンプトを入れることをお勧めします。ネガティブプロンプトはここへ入れてください。次に、セッティンググループです。
必要と思われるセッティング用のノードを入れてあります。好みに合わせて数値を変更してください。また、ローラをインストールした場合は、このようにつなげ直すことで使用可能です。サンプラーの説明は長くなるので、また別の動画で説明することにして、アップスケールの説明をします。アップスケールですが、デフォルトの設定値 0.5 で、ベースと同じ画像サイズで生成されるようになっています。この数字を変更することで、サイズ変更可能です。また、イメージブレンドを間に挟んであるので、イラストの表現方法を選べます。設定を変えて、いろいろ試してみてください。ちなみに、デフォルトでは、コントラストを上げる設定になっていて、陰影と輪郭線がしっかり出やすくなっています。最後がイメージグループです。ここに生成されたイラストが表示されます。上からベース、次にリファイナー、最後にアップスケールのイラストが表示されます。では実際に生成してみましょう。プロンプトの記入と設定が終わったら、Q プランプトを押します。すると、稼働している部分が緑の枠線で強調されます。終わると、次へ緑の枠線が移動します。動画はカットしてあるので、実際はもう少し時間がかかります。最終的にイメージへ移動しイラストが表示されます。ただし、ほとんどの場合、緑の枠線がイメージから次に移動しても、イラストが表示されるまで時間がかかるので、待つ必要があります。そして、今回生成したイラストはこちらになります。いかがでしたでしょうか？今後、SDXL はさらなる進化が予想されます。また、このチャンネルではこのように、今後も AI や AI イラストの研究と情報を公開していきます。ぜひ、チャンネル登録をお願いします。では、また来てくださいね。